こんにちは、笠尾です。感じてわかる絵画と絵本の絵の深読み教室を始めていきたいと思います。今回は久しぶりにですね、名画についてのお話をしたいと思います。実は石崎紅葉生誕140周年記念の展覧会が日本橋高島屋で開催されております。その展覧会を昨日見てきましたので、そこで見てきた絵についてお話ししていきたいと思います。会期はですね、5月6日までということでして、あと2日今お話してるのが4日なので、5日6日とあと2日しかないんですけども、皆さんの参考になればと思い動画をお届けすることにいたしました。こちらがハンドアウトです。ここに書かれてますように若冲を敬愛したって書いてあるんですけど、どうやらですね、若冲を発見したというか、埋もれていた若冲を見つけた人らしいんですよ。で、なんでそういうことになったのかっていうところもですね、このパンフレットからちょっと伺い知れるなと思うんですね。言ってみればですね、私いつも絵本をやるときに表紙の話から入りますよね。で、表紙というのはデザイナーと一緒にやっているものだと。で、これ、やはりデザイナーと一緒に作っているこのハンドアウトですね。これは言ってみればですね、絵本における表紙のようなものだと思うんですよ。ですので、これちょっと見ていきましょうと、いうことで、これはですね、この石崎さんの三羽という代表作なんですね。で、ここにクジャクが2匹いまして、こちら側を向いてますよね。こちら側を。で、羽もみんなこちらを向いていて、全体として流れがですね、こちらに向いてますよね。で、なんでこうなっているかというと、こう筋がいっぱいあって、これ雨なんですよ。で、このすごい雨がバーッと降っているところで、降っていく方向に向かって2匹が、向いていると。つまり全体がですね、こっち側にこう流れている。もうこういうふうにデザインしてあるわけですね。で、風も吹いているから全体としてこういうふうになるのは自然ではあるんですけども、それに合わせて形をみんな整えているように見えるわけですね。で、こういうようなところもこの若冲って結構デザインしてるじゃないですか。これ後で見てもらおうと思うんですけども、そういうようなところが見て取れるというわけなんですね。ですからこのパンフレットで、得られる情報としてはかなりデザインされているんだと。それから大胆ですよね、色使いが。オレンジで、それで埋め尽くされてる感じで、その中で一箇所だけ青、このなんていうんですかね、この鍵になる青色で目立たせていると、キーポイントになっているということですね。で、文字情報としては、若冲との何かしら関係性を感じさせているというところであります。さてですね、展覧会では写真撮影は自由なんですね。ですので、結構私写真撮ってきましたので、その写真をもとにお話ししていきたいと思います。まずですね、こちらがですね、入り口なんですね。入り口まで。石崎紅葉の展覧会です。ということで、紅葉さんの、ここ入り口ですね。高島屋さんの展覧会の入り口でして、こちらにもありましたけど、若冲との関係性。で、先ほどこれでデザインがしっかりされているというお話をしましたよね。ですから石崎さんとデザインとの関係。っていうことを考えてみますと、若冲もかなりデザインされた絵を描きますよね。例えばこちら。象でしょ。で、これ全体がですね、これ四角いマス目で描かれていくっていうところも特徴的でして、で、これが虎でしょ。いろんなものを彼の頭の中でデザインし直して、描き出すっていうスタイルですよね。そういう意味で先ほど見ていただいたこちらとちょっと似ているではないですか。で、他にもちょっと見てみましょう。いや、逆だ。これですね。若冲の可愛い虎で有名なこの虎。だから彼の頭の中でもちろんね、すごい写実的に描いている絵もあるんですけれども、どうしてもこの彼の、デザインされ直したリデザインされた虎とか、こういうものが、頭に浮かびますよね。これもそうですね。羽ですね。ハートの形がいっぱいもうくっついちゃってるような、こういう鳥になってしまったりだとか、こういうところは面白いと思うんですよね。
このようにまあ動物がいろんな形に自分らしく変えるというのもまあデザイン的ですけども、それだけではなくてですね、例えば鳥の模様ですとか虎の模様ですとか、それを非常にまあ写実的といえば写実的なんですけど、非常に綺麗に模様として描いていくと、そういうところがあるんですよね。でそれもやはり似ていると思うんですね。でということで順番に絵を見ていきたいと思うんですが、まずはこれですね、先ほどのサンゴとちょっと似てますね、この絵。大きくしたら鳥のところを見るとこうなります。これは私が会場で写真を撮ってきたんですけども、これもやっぱりね雨降ってんですよね。こちら側からね、こちら側からこう雨降ってるじゃないですか。で今度はさっき鳥が上向いてましたけど、今度鳥が下に飛び去っている感じですよね。で花も何も全部やっぱりこっち向いてると。雨の勢いでみんなこっちになびいてるっていうことですね。だから非常に大胆にデザインされている絵になっています。であとですね、今お話ししたように鳥の羽ですとか、そこが非常に克明に描かれてますよね。ですから鳥が勢いよく下の方に飛んで逃げてるぞっていうことよりも、その羽の模様の綺麗さとか花の綺麗さとか、そういうところにすごく力が入っているということですね。だからこの辺が若冲と似ているなと思うところなんですよ。でもう一つこちらも見ていただきます。これどうですか？今度は鳥が右上に飛んでってますよね。で右上に飛んでってんですけど、この鳥一匹一匹をよくよく見ますと、例えばですよ、この鳥とか真上から見えますよね。体が真上から描かれているように。だけど顔は真横向いてますよ。顔真横。こんなこと普通にはありえないじゃないですか。もちろんこう横からね書いてあるのはあるんですけど、真上から描きながら顔も横向いてると。でまあこういうことはないわけだけど、やはりそこをデザインして鳥の模様と、模様であれば上から見えたところが綺麗だし、顔だったら横だよねっていうところを合わせて作り込んでいくという、まあ、デザインしちゃってるわけですよね。そういうところがすごい面白いなと思うんですよ。もうちょっとアップしてみるとこうですね、これすごいはっきりわかると思うんですけど、真上から見ている様子と顔が真横を向いていると、この2つを合成して作っている、そういう絵なんですね。だからこの辺の作り込みというんですかね、絵作りがすごく面白いなと。だからすごい現代的ですよね。単に写生していくということではない面白さがあるのではないかなと思うわけです。紅葉が師と仰いでいるのが竹内栖鳳なんですね。で彼は日本画の伝統を、覆したというか、西洋美術を学んで、で動きのあるものもしっかりと写生していくというようなことを日本画に取り入れたんですね。だからそれまではですね、本に今までそのテキストをですね何度も何度も写して、粉々になるまで一生懸命写したというような、学び方だったんですけども、この竹内さんが始めたのは生きている動物ですね。生きている動物をどうやって写実的に描くか。でそれのことを毎日やんなきゃいけないよと、いうようなことを言っていたような人なんですよ。ですので例えばですね、この本からですね引用させていただくんですけど、この躍動する写生って書いてありますよね。で実際にここで自分の庭で鳥を飼っていて、でその様子を写生しているんですね。でそうして描かれた絵というのがこういう絵なんですよ。すごい躍動感があって、もう生きてるみたいですよね。だから自分のいいところだけ取ってデザインするっていうやり方とはまるで違うんですね。すごい現代的な感じがするわけです。で私が感じた面白さというのは、こういう先生のところに弟子入りして、で、デザイン的な絵を描いているわけですよね、石崎さんは。でこれって師弟関係として、あり得るんだろうかと思ったんですけど、まあ、考えてみればですよ、竹内さんはそもそもの伝統を自分で打ち破って新しいものを作ったと。つまり弟子のいいところを見つけて、
それを伸ばしていくっていうことが大事だっていうことに気づいてたっていうことだと思うんですよ。でそうなので、この石崎さんが弟子として来た時にも、君のいいところを見つけてあげようと、何かしら相談に乗ることがあれば相談に乗っていくので、そういうつもりで、学んでほしいというようなことを言われてたらしいんですよね。ですので、この教え方っていうんですかね、この西方の教え方そのものにもなかなか面白いし、この、師弟関係の自由さというんですかね、そういうところにも、見習うべきものがあるなと感じたわけなんですね。で、ならですよ、今先ほど、こちら紅葉と若冲、紅葉と若冲を比較して、両方、デザインされているところ似ていますよねっていうお話をしましたので、今度はですねこちら西方と、紅葉どういうふうに違うのかみたいなところをちょっと見てみたいと思うんですよ。私が撮ってきた写真でですね比較したいんですが、それがこのウサギなんですよね。ウサギ、これがウサギちょっと全体でこうですね。でこの絵のウサギの部分を、大きくしてみるとこうなります。もうちょっと大きくする。こうですね。どうですかね。そのウサギとしての特徴としてふわふわの毛、ね、これをもう思いっきりふわふわにして、でウサギもウサギらしい、最もウサギらしいぞっていう顔を描いてますよね。で一方でですね紅葉の方のウサギあるんですよ。ウサギがこっちです。どうですか、表情ちょっと比較してみてください。この特に手前側のウサギ、それからこの足の様子、もういかにもなんか生きてるような感じじゃないですか。表情が今変わったぞっていう感じがしますよね。でこれと先ほど見ていただいたこれとどうですかね。こちらはやっぱりそのうさぎとしてのふわふわ感っていうのをものすごい出している、特徴をいかに出すか、その動きとかではなくてそういう部分に注目していることが見えますよね。で一方でこれですよ。でこれでね今絵本の方では世界観っていう話をしてますけど、このキャラクターうさぎを描いただけでこの雰囲気というか、ここが一体どんな感じのところで、このうさぎってどういうことをしようとしてるのかなみたいなのが見えてくる気がするんですよね。で実際にですねこれと似ている同じような絵をですね西方が描いて、この花ですね、この花の前に2匹のうさぎがいて、でその動きとか、2匹の違い、それから手っていうんですかね、前足の様子とかこの後ろ足の様子とか、そこからですねこの2匹のこう息遣いみたいなものが感じられる気がするんですよ。だからもう同じ2匹のうさぎを描いていながら描こうとしている対象が全然違うと。その師弟関係にあるんだけどもこれだけ違うっていうところが面白いなと思ったんですね。ですのでもし皆さんあと2日しかないですけれども、見に行けるようでしたらぜひですね2人の違いですね、展示されているのは、紅葉さんの方だけなんですよ。なんですけれどもミュージアムショップの方ではこの本、そこで私もこれ買ってきたんですけども購入できます。ですので、これを買ってですね比較してみるととても面白いんじゃないかなと思うんですね。今回ですね本当に久しぶりにやった名画なんですけども、これからも、絵本とのつながり、絵本の絵だって同じですよね。絵ですから、そういう意味で一緒にこれからも両方の関係性が分かるようにしながらですねやっていきたいと思っておりますので、面白いと思っていただけるようでしたら高評価、それからチャンネル登録よろしくお願いいたします。では。